ちょっと聞いてくれ。嫁が興信所に頼んで俺の浮気調査をしたらしい。昨日、嫁の部屋の引き出しから調査報告書が出てきて気づいたんだけど、俺はもちろんやましいことは何もないから大丈夫なんだけど、その調査にかかった費用が50万円で納得がいかないんだ。何か怪しい行動があったんだろ。自業自得じゃない。女の勘って当たってること多いからな。とりあえず詳しく。俺、30歳、宅配便の仕事をしていて年収は400万円ほど、身長は168センチ、65キロ。嫁、30歳、家でヨガインストラクターをしている。収入は変動が激しいみたいで詳しく知らないけど、そこそこ忙しそう。身長は168センチ、54キロくらい。もともと、高校の同級生なんだけど、当時は仲いいとかなかった。嫁は高校卒業後、アメリカに行ってたんだけど、25歳の時に地元に帰ってくるってことで嫁の歓迎会をやることになり、たまたま俺にも声がかかった。歓迎会をきっかけに男女何人かで遊ぶようになって、だんだん仲良くなっていった感じ。27歳の時に結婚、子供はまだ、嫁が家でヨガ教室やりたいってのもあり、少し早い気がしたけど一年発起して去年家を建てた。陽キャかよ。怪しまれる心当たりないの？嫁、スペック高えな。俺は、陽キャじゃない。怪しまれる心当たりなんか全然ない。残業続きで帰りが遅いことが多いけど、それは本当に仕事だって。嫁と釣り合っていないのは自覚している。同級生たちからもよくいじられる。ヨガスタジオ付きの一軒家って結構したんじゃない？スタジオ作るってことは、それだけ費用かけても大丈夫な感じだったのかな。結構したんだと思うけど、嫁に任せてるからよくわからないんだ。住宅ローンのこともあって、一応2人の共有名義だけど、家の設計から間取りまでほとんど嫁の提案通り、アメリカでヨガインストラクターとして働いていて、帰国後も経験積みながら独立の準備していた感じ。家のスタジオはスペースも限られてるし、たくさんの人に教えることはできないんだけど、毎日予定は入ってるみたいだよ。オンラインでもやってるみたいだし、そこそこ収入はあるみたい。変動があるけど、俺より少しだけ多いみたいなこと言ってた。詳しい数字は知らない。生活費は全部折半してる。家建てるなんて大事なのに、いくらかわかんないなんてあるの？嫁の収入詳しく知らないのもすごいよね。収入ってどのくらいなんだろうね。独立したインストラクターってどのくらい稼げるんだろうちは、結婚してもお互い自立した関係でいようって決めてるんだ。俺が残業続きで家にあまりいないのもあって、嫁の仕事のことは詳しくわからない。毎日頑張って働いてるだけなのに疑われたこと。それから調査に50万円もかけたことがムカつくんだ。確かに50万円は大金だよね。奥さんはどうして、そんな大金かけて調査したんだろう。何か理由があるんだろうしさ、主も理由を聞かないと納得できないだろうし、一度じっくり話し合ったら。ありがとうございます。嫁とじっくり話し合ってみます。2ヶ月後。皆さんお久しぶりです。以前、ここで嫁に浮気調査されたことを書き込んだものです。覚えてる方はいないと思いますが、いろいろありましたので報告させてください。まず、嫁と2人でじっくり話し合ったのですが、毎日帰りが遅くて心配だっただけなの。もう疑ったりしないから許してほしい。の一点張り。どうしても納得できなかった俺は、意地悪のつもりで、俺も50万円かけて嫁の身辺調査頼もうかな、と言うと、なんと、そうしても良いとのことだった。これにはすごい驚いた。我が家に50万円をわざわざ捨てるほどの余裕はない。嫁が浮気してる可能性はないんだろうなって思ったけど、同時にますます納得できなくなった。話し合いの最中に、私のこと許せないなら離婚してもいい。って言ってたのも気になった。俺のこと好きだったんじゃないのか。急に離婚だなんて、嫁が別れたがっている感じがした。好きだけど、あんまりしつこいからうんざりしただけじゃない？私もそう思う。調査や離婚も本気で言ってるわけじゃないと思うし、仲直りしたら？でも、50万円でしょ。よっぽど怪しいとか、なんか理由がないと頼まなくない？俺も仲直りするしかないかなーなんて思いながら、近所に住んでる嫁実家に行った時に愚痴るくらいのつもりで話してみたんだよ。そしたら、ギフと義母がすごい動揺しちゃって。嫁に、どうしてそんなことしたんだ。夫が仕事を精一杯頑張っているのに、50万円も無駄にして、
って怒ってたかと思えば、俺に対して、本当に浮気していないのか。浮気したらただじゃおかないぞ。なんて言い出したり、もう余計ごちゃごちゃしちゃって。俺は、何も悪くないのにって、イライラしてたら顔に出てたんだろうな。余計にギフと義母のボルテージが上がって、もう一度調査するべきだ。弁護士を間に挟むべきだなんて、義理姉や俺の実家にも電話しだして、すごい大ごとになっちゃって。その日は嫁は実家に泊まることになり、俺だけ帰ってきたんだけど。翌日嫁が玄関入るなり、泣きながら土下座してきた。すべて正直に話すから、これ以上、話を大きくしないでほしいとのことだった。嫁の話はこんな感じ。家で開いているヨガ教室はすごく順調で、売り上げはどんどん伸びていったんだけど、それと同時に俺の収入に不満を感じるようになった。そんな中、たまたま買った宝くじで、なんと1等が当たっており、5億円入ってきた。俺との離婚を考えていた時だったけど、普通に離婚して財産を折半するのが嫌で、毎日帰りが遅い俺が、もし浮気なんかしていたら、有利な条件で離婚できるかもしれないってことで更新所に頼んだそうだ。こんなに大ごとになっちゃって、宝くじのことを秘密にしたまま離婚するのは無理だと観念したらしい。また、宝くじのことは親戚にも秘密にしたいから、協力してほしい。財産は全部折半するから、穏便に離婚してほしいとのことだった。浮気はしていない。もっと良い人となんて考えがないなんて言ったら嘘になるかもしれないけど、離婚が不利になるようなことは避けたいし、浮気していないことだけは信じてほしいとのことだった。なんじゃそりゃ。宝くじを分けたくないのが理由だったわ。5億がかかっているなら、50万円くらい安いものかもね。それでどうするつもり？相手はあなたを騙そうとしてたんだし、慰謝料を請求するの？確かにそれには腹が立つんだけど、穏便に離婚することにしたんだ。高校の同級生で、共通の知り合いも多いし、嫁を懲らしめることって、結局自分にとってもデメリットになることが多いのかなって思って。家はスタジオの件もあるし、嫁が住むことになった。俺はその分、多めに現金をもらって、離れたところに引っ越して、第二の人生を始めるつもり。みんな、話を聞いてくれてありがとう。主が浮気していなかったからよかったものの、もし浮気していたら一文なしで追い出されただろうな。それは、自業自得じゃね？浮気する男なんかに財産分ける必要はないよ。私も宝くじが当たったら、秘密にして旦那の身辺調査しようかな。もし浮気とかなんか出てきたら、ラッキーだしね。っていうか、浮気に気づかないで離婚なんかしたら損じゃん。愛し合って結婚したはずの夫婦が、宝くじが当たると財産分けなきゃいけない嫌な相手になるのは悲しいな。